皆さん、こんにちは。Welcome back to Sai Japanese Podcast. This is episode 35. たった2週間くらい前に日本の小学校の教師が自分が働いていた学校の女子生徒を盗撮して、でその写真を他の教師が10人ほどいるグループチャットで共有していたっていうものすごく気持ち悪いニュースを目にしたんですけれども、もちろん逮捕されたんですけれども、でものすごく悲しいことが、もうそういったようなニュースがあまりにも起きすぎて、正直驚かない自分がいるということ。そのニュースを調べた時も、あまりにも似たようなニュースが他にたくさんありすぎて、その一つを見つけるのが大変だったくらいでした。残念なことに世界のどこでも性的暴行とかわいせつ行為、セクシュアルハラスメントがもう死ぬほど発生していますが、日本で際立っているのはこの盗撮と、あとは痴漢です。その起きる頻度とか起きてももう普通のことだと思ってしまう状態化がすごく目立っています。私も過去に2回盗撮の被害に遭っていて、でインスタグラムでも少し話したことがあるんですけれども、今回のエピソードでは日本の実態とか、私の経験を交えてお話ししていきたいと思います。2023年に政府によって行われた調査によると、日本人の45%以上の女性が人生に一度以上痴漢の被害に遭っているようです。盗撮に関しては政府による調査の結果を見つけられなかったんですけれども、団体や会社によって行われた調査をたくさん見たところ、どこの結果も少なくとも30%以上、多いと半分以上の女性が盗撮の被害に遭っていると、回答していました。もちろんその調査対象とか時期とかいろいろな状況によってその神秘性は変わるとは思うんですけれども、でもそれでもこんなにたくさんの人がはいと回答するっていうのは本当に悲しいことですよね。で、日本での日常生活でも盗撮とか痴漢が多いことが簡単に伺えます。例えば日本には女性専用車両っていうものがあるんですけれども、電車で女性しか乗ることができない車両のことで、それが作られた大きな要因は車内での盗撮とか痴漢の多さです。で、駅中に盗撮禁止とか痴漢は犯罪ですと書かれたポスターが大量に貼られています。で、それももちろん実際に多発しているからこそ貼られているんですね。あとは子供の頃から階段を上るときは写真を撮られないようにスカートの後ろを押さえてねとか、電車に乗ったら痴漢されないように気をつけてねとか、家庭とか学校でこういった注意を、女の子がよく受けます。もし日本に少しでも住んだことのある女性なら、日本での盗撮とか痴漢の発生率の高さっていうのは簡単に気づけると思います。私自身も私の友達も、多くの人が被害に遭ったことがあります。私が知る限りで、2回、17歳の時に2回経験しました。1回目は塾って言って、日本の普通の学校の後に、さらに、勉強するために行くプライベートな勉強する場所みたいなのがあるんですね。で、その時は自習室って言って授業を受けるのではなく、自分で勉強するための教室で勉強していました。で、机が縦に6列くらいと、あとは横に6列くらい並んでいて、で、私はその中の前から2番目の席を選んで座っていたんですね。で、私の1列前の縦列右側、1個右側に、男子学生が座って勉強していたんですけれども、チラチラ私の方を見ていたんですね。で、しばらくするとその学生が携帯を取り出して、で、動画を撮り始める音が聞こえたんですね。なぜその音が聞こえたかっていうと、日本では盗撮が多すぎて、iPhone とかの場合は日本に入った瞬間に勝手にカメラのこのシャッター音とか動画を始めるピコっていう音が、オンになるんですね。
特別な場合を除いて自分では設定を変えられなくてもう絶対に音が出るっていう風になってる場合がほとんどです。なので私はその動画を撮り始める iPhone のピコっていう音が聞こえて何してんのかなと思ったら、その学生が自分の席を立って私の目の前の席にわざわざ座ってきて、で座ったら今度携帯を体の後ろに回して、体とその背中の後ろですねに回して、で外カメラが私のちょうどスカートの中にこう映せるような状態で3秒5秒ぐらいかなキープして、でそれが終わったら携帯を前に戻して、で立ち上がって、でその時ピコっていう動画が終わる音がして、でその後そのまま教室を出て行ったんですね。で私はもう何が起こったのか分からなくて、あまりにもびっくりして固まってしまって、もう自分の勘違いかもしれないし、何も起こらなかったふりをしてそのまま勉強し続けようかなとも思ったんですけれども、その出ていた学生のカバンとか他のものはまだ教室にあったので、そのうちここに戻ってくると思うとあまりにも怖くて、もう自分の荷物とかは全部置いたまんまでとにかく教室を逃げ出したんですね。でたまたまラッキーなことに私の仲のいい友達が他の教室で勉強していたので、ですぐにもうその友達に話しかけて、もう話し始めた瞬間に涙がわーって出てきました。安心したのと怖さと、こう急に何が起こったか把握し始めてきたっていうのが本当に泣くしかないっていう感じでした。で、勇気を出してその塾のスタッフの人に何があったかっていうのを話したら、そのスタッフの人が教室に行って、でその学生がまだいたので携帯を確認してくれたんですけれども、その時にはもう写真がなくなってたんですね。その動画を撮った後に、その後すぐ教室を出て多分トイレかどこかに行って、で削除したか、あまり普通の人なら見れないようなところに保存したかなのかもしれないんですけれども、なのでこうとにかく証拠がなくて向こうも何もできないので、その時は塾のスタッフの人が私の母親に電話して何が起こったか説明したっていうだけで、他には何もこうサポートとか何もなかったんですね。で私もそれ以上できることはないから、とにかくその教室を避けるくらいのことしかできず、そのままこの事件は終わりました。2回目は公立の図書館で勉強していた時に起こりました。図書館のトイレに入っている時に、こう男性トイレの方から誰かが出てくるのが視界の端に入ったんですけれども、特に気も留めずにそのまま女性トイレに入って、個室に入って用を足し始めたんですけれども、しばらくするとこう誰かが忍び足で歩いている、こうミシ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 っていう音が聞こえて、でドアと床の隙間からちょっと影も見えたので、なんか他の女の人がトイレに来たのかなと思った瞬間に、そのドアと床の隙間10センチくらいのところから携帯を持った男性の手が縫って入ってきて、でもちろんその外カメラが私の方に向いていたんですね。でもこっちは用を足してる途中ですから何もできずに足で床をバーって叩いたら、すぐにその人は逃げていったんですけれども、トイレの中にいたのですぐに追いかけることもできないし、追いかけたところで17歳の女が何をできるかもわからないので、しかも顔も見えていませんでしたから、こう誰を追いかけるかもわからないですよね。でその時一緒に勉強していた友達に話して、で図書館のスタッフにも話したんですけれども、図書館には防犯カメラがないですし、で私も顔も何も知らないので、もうまたとにかく証拠がないので取り合ってもらえず、また私にできることといったらその図書館にはもう行かないというだけでした。でこういったわいせつ行為とか性的暴行とかの話をするときに、本当にたくさんの人が女性を責めます。着ているものが悪かった、その場所にいたのが悪い、通報するなり訴えるなりすればいいじゃんっ
で前回私がこの話をインスタでした時もよく言われたのは、そのマーシャルアーツ、武道とかを習って自己防衛できるようにしておけばいいだけとかで、こういうことを言う人ってこう実際にはその社会的にも身体的にも弱い立場である中で、そういった性的行為とかわいせつ行為を受けたことがない人ですよね。もし一度でも例えば17歳で、わいせつ行為を受けるとか、同じ状況で被害に遭った人はこう相手に殴りかかったりした方がいいとか通報した方がいいとか、そういったきれい事は通用しないというのを痛いほど分かっていると思います。こう同じわいせつ行為の被害者の中でもこう身体的に大きく強い男性の中ではこう自分はわいせつしてきた相手を殴ったから大丈夫だったとかいう人もいるんですけれども、もし女性がそんなことをしたら殺される可能性の方が高いです。で、私ももし盗撮の被害に遭ったこととかがなかったら多分簡単にそういうことがあったら私だったらすぐに叫んで助けを求められるとか胸を張って言っていたかもしれませんが、でも実際に被害に遭ったことがある多くの女性が共通して言うことは、もう恐怖とショックで体が凍ってしまって何もできなかったということですね。で、その後追いかけたり捕まえたりできたかもしれませんが、そうしたところで逆にね、暴力を振られたり怪我をするのは体の小さい私の方です。着ているものが悪いとかそんな場所にいたのが悪いとも言いますが、私が着ていたのは学校の制服のスカートで、いたのは塾っていう勉強の機関か図書館、公立の図書館ですね。通報したり訴えたりしたかったですが、とにかく証拠がないし、証拠がない女子高生の話なんて多分誰もまともに聞いてくれないし、弁護士を雇うお金ももちろん持っていませんよね。女性の生きる世界って、例えば仕事からの帰り道に道で知らない男からものすごく不快なこと言われて、でも言い返したら顔の原型がなくなるくらいボコボコに殴られ、最悪な場合は殺されるかもしれないという中で生きるっていう感じなんですね。こうどんなに不利なことがあっても男性からの暴力や身体的な復讐が怖くて、もう黙っているしかないっていうことの方が多いですよね。こう実際に周りを見てもこう本当に立ち向かった女性とかが殺されたり暴力を振られているのを見て、こうそういう場合はもう黙って静かに何事もなかったかのように振る舞って諦めるということを学習せざるを得ない人生ですよね。ちょうど数日前くらいなんですけれど、私がランニングしていたら向こうから歩いてきた若い男のグループのうちの一人が私の走りをバカにしたように真似して、こう私に向かってこう変な風に走りながらすごく目の前まで近づいてきたんですね。で、私はすぐに方向を変えて走り去ったんですけれども、でその後彼らが大声で爆笑しているのが聞こえたんですね、私に対して。で、あの時あの男の顔面を思いっきり殴れたらどんなに良かったんだろうかって思いますが、もちろんその男よりもずっと体の小さい私がパンチをしたところで何にもならないですし、男5人くらい対私なんてもちろん私がボコボコにされるに決まっていますし、正直言って特にアジア人女性としてヨーロッパに住んでいるっていうのはこういうふうにバカにされるっていうことはしょっちゅうなんですけれども、でも毎回毎回黙って静かに耐えるしかないっていうのは本当に悔しいなと思います。ちなみにさっき友達も被害に遭ったことがあるって言ったんですけれども、これも17歳の時通っていた高校で盗撮事件が起きたんですね。私は直接被害に遭わなかったんですけれども、同じ学年の男子学生たちがこう教室の床とかに携帯を置いて、で女子学生のスカートの中を写真を撮って、でその写真をグループチャットで共有していたんですね、他の男子学生と。でこれは結局テレビとかでもニュースになって、で犯人たちは定額になったんですけれども、1、2年だったら何事もなかったのように普通の顔をして普通に学生生活を送っていました。もう私的には刑務所に入っても全然良かったと思うんですけれども、
で、日本の学校ってこう髪型とか制服のスカートの長さとか、こう周りの人に性的な魅力を感じさせないための女子学生に対するルールが山ほどあります。一方で男子学生とか男子教師による盗撮、痴漢、性的暴行は後を絶えません。で、こういうことが起こると学校側は何をするかっていうと、こういった女子学生に対するルールをさらに厳しくします。被害に遭っているのは一方的に女性なのに、責められるのも自由を失うのも女性っていうのが今の日本の現状です。そして世界の多くの国でもそういう風なところが多いのかなと思います。で、もちろん男性の中にも被害に遭っている方はいますし、こう性的暴行とか以外にもいろんな辛い思いをしている人がいるんですけれども、私に話せるのはこういったことで、私が話すことで少しでも多くの人が現状に気づいて何か行動を取れるようになるということを願っています。皆さんの国ではどんな現状ですか？ぜひコメント欄で教えてください。では最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。If you want to learn Japanese more interactively, you can find the best teacher for you at Saya Japanese School, a quality-fast online Japanese school founded by me. Visit sayajapanese.com for more information. Thanks for your support and happy learning!